フィッシャーズシュウクです。ザコまぶしい。学校に来ております。ようこそ。はい。お前のとこじゃねえ。この3人でやっていきたい企画があります。なんか珍しいね。珍しいでしょ、この3人は。ないよね。予想つきますか？いや全く。15種目ぐらいある何かをクリアするみたいな。15周年にかけてね。我々が15周年だから。それみんなでやろうよ。確かに。いや、それはそうだわ。くるめてやろうよ。ごめん、いや、それはそうだわ。そうか。マジで土星論だ。ビバ食べる。いや、いい。24時間学校生活。なるほど。24時間学校生活はただの24時間学校生活ではございません。だよな。夜まで残ってね、学校でちょっと泊まってみてえなって思ったことがある。いや、俺も実際ある。あるでしょ。ある。隠れたりとかちょっと考えたりするんだけど、なんか多分言われなくても出てっちゃうんだよね。そう、ちょっとやっぱ罪悪感があって帰るっていうなんだけど、やっぱどっか憧れ、その学校に泊まるというものなので、今日は学校に泊まるなんですけど、やっぱ学校といったら何ですか？学びの場所ですから、勉強かな。先生にバレないよう不法侵入するし。ダメだろ。あとお前絶対やんねえだろ。俺は絶対やんない。絶対やんねえだろ。学校の階段ってものがあるじゃないですか。いや、あるね。いろんなあるでしょ、階段が。だからトイレの花子さんとか。はい、ありますよね。階段が一つ増えてる増えてないみたいなやつ。13階段とかね。13階段。踊り場のね、鏡をこうね見たらいけませんよとか。ある。いろんなやっぱ階段があるわけじゃないですか。今日はですね、ちゃんと学校で生活するのが昼の部。夜の部は階段で今回の24時間生活は行こうと思ってます。うわー、嫌だな。ちょっとじゃあ、用意してもらいましょうか。ちょっとここにね、用意するものがあるので。サイコロがあります。こちら白のサイコロ、黒のサイコロがあります。白のサイコロは昼の部のサイコロ、黒のサイコロは夜の部のサイコロです。その出目に応じた何かをやっていくという感じになります。早速今からは昼の部ではありますので、ちょっと昼の部のメニューを見てもらいましょう。メニューがあんだ。なんだこれ。こんな感じです。サイコロリスト昼がございます。これ1が出たら勉強、2鬼ごっこ、3編集、お仕事ですね。そうだね。学校に似つかわしくないですけど、4バスケ、そして5校内10周、キモいそして6、これが自由となってますけど、サイコロ振って出たらこれをやっていくっていう感じです。なるほど。勉強やるんだけど。で、校内10周、これは校庭っすね。校庭を10周するという意味でございます。どんぐらいやるとかっていうのは。だいたい1時間ごとにメドでやってきます。一応全部出るまでやりたいので、これ全部クリアを目指しましょう。24時間学校生活やっていきますけど、心境のほどは。夜は寝たいです。楽しみっちゃ楽しみだけどね。ちなみに24時間生活やったことある人？やったっけ？ちなみに24時間起き続けるってやつです。それやってないよ。それよりかは全然まだ楽だとは思います。ちなみに夜の部はほぼほぼ君たちが主役なんで、そのフィッシャーズ全体で見ても YouTube として見てもビビリな2人なんで、そこを楽しめるんじゃないかなと視聴者さんは。昼の部のサイコロ今ザカオくん持ってるんで、ちょっとこのサイコロこの辺で振ってもらいましょうか。校庭実習やめてな、それは。それやだね。これ一番やばい。これ一番やだわ。24時間学校生活スタートということで、じゃあまず1回目の、サイコロを振ってもらって、1時間目の授業に行きましょうよ。振ります。記念すべき第1回目。はい、いきます。お前ふざけんバカ野郎がふざけんね。5、はい、5なので、校庭10周でございます。フラグ立ってたんか。じゃあ走りますよー。最悪。ランニングをしたいと思います。やだ。校庭10周ですからね。マラソン週間とかあったじゃん。あったね。俺ら嫌いだった？嫌いだったね。なんか生ぬるく走っても意味ないと思うんですよ。僕後ろから行きますわ。でちょっと抜かれないように頑張って。確かにダラダラ走ってもらう。一定のペースで行くからそれに抜かれちゃダメね。オッケーオッケー。抜こうと思ってガンダはしないから。頼むよそれは。それはしない。半周差ぐらいから僕スタートしていくんで。あ、オッケー。よし。後ろから迫り来るシルクロードから逃げてくださいね。よし。怖えなその言い方。はい。ちゃんと逃げてください。わかりましたか？オッケー。抜かれたら一周プラスします。
ざけんなよ、そんなルールねえだろうが。いやあります。このルールは僕がバスケ部の時にやってましたんで。いじめてくるからね、絶対。いやうちの監督だったらそれやってくる、全力出してくるけど俺はしないから大丈夫。そこは守る。絶対大丈夫。大丈夫、それはやらない。あった。そう工程10周スタート。めちゃくちゃ久々だわね、本当に。2人が半分いきました。スタート。学校だけ大体3周ぐらいじゃなかったね10周ってさ、マラソンだろ。え、しっかりだよね。2周目。どこだよ。2人の背中がどんどん見るうちに近くに寄ってきました。まさに抜かれちゃうよ。1周増えるからね。やべえ。このペースだよ俺。1周追加マサイ。脇腹いってよ、ほら。おい足止めんな。8周。マサイ2周目抜かれるぞ。もうこの距離ですよ。抜かれるな。よし。終わり。10ゴール。マサイがまた抜かされそうだ。やばい。2周差ついちゃうぞ。2周差つくよ。俺一定だからね。ギリギリ1周差。はい、もう一周。待って。足が弱いんだよ。走って頑張って。頑張れ。それでいこう。止まるな。どうでした、久しぶりの10周は。なかなかきついっすよね。普通のここね、校庭じゃなくてね、草があるからそうだね、足沈んじゃうからね。マサイさんは僕に一周抜かれてるのでプラス1ですね。当初のルール通り。はいマジ炎上してほしい、この動画。何を言って。お前が炎上するよ逆に。はい終了。ここで日が。はいということで全員、10周、マサイに関しては11周ですね。いや。ダメでした。ね止まってたんで。まさに1周抜かれてランニングは体力じゃないですからね、このぐらいのスピードは。メンタルで。そうメンタルなんで。まあでもとりあえず1つ目の、まあ授業は20分ぐらいで終わったので、このままね少し休んで、次の授業に行きましょう。よし。さあ朝の一発目の、授業ランニング、外周10周どうでした？地獄。もう太ももパンパンに。やっぱちょっとね大人になるとより疲れる。重たいな。マジで。そうだね。マジこれからもっと運動していかないといけないなと。そうですね。再確認するような、朝一発目の授業でございます。いい授業でしたね。5の目はクリアしたんで、これはもう来ません。ダブルなし。さすがにもう一回この絵見たくないじゃん。見たくない。だからね、あとやりたくない。クリアです。いきますよ。早速昼のサイコロ振ります。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、てててて2なので鬼ごっこです。おい走んのかよまた。いや、太ももパンパンって言ったばっかなんだけど。鬼ごっこ頑張ろう。じゃあちょっと一回鬼連れてきていい？じゃあ行きますよ。見てください。せーの。鬼ですね。鬼です。マジな鬼じゃん。何これ。これ何これ。鬼がいます。今日、僕らフィッシャーズは逃げです。で、鬼さんは追っかけてくるわけなんですけど、捕まってしまったら罰ゲームがあります。その逆もあってですね、鬼さんが捕まえられなかった場合、罰ゲームがあります。鬼に誰なんだ。ちなみに言うとこれは鬼とスタッフ全員です。だからこの鬼が頑張ってくれないとスタッフは罰ゲーム受けなかった。罰ゲームなんですけど、工程募集です。おい、ふざけんなよマジで。工程募集なんで。はい。だから捕まえられなかったら工程募集。俺らは捕まったら捕まった回数工程募集。捕まった回数30分間。結構走る。はい。回です。そう30分間の中で捕まった回数かける、工程募集なので20
2回捕まったら10週です。逆に言えばスタッフは5週から伸びるから絶対5週。そうだそう、まあ、連帯責任連帯責任で5週。あ、じゃあネルです言っちゃったよし、じゃあやってみますか。やってみよう。鬼ごっこ、はい、30分だからね、俺タイマーやるんで。レディースタート。逃げろ1分後来るからもう早く逃げとかないと。じゃあもう指導してるでしょ。これ8やつっておしまいだからな。犯人じゃん、名探偵のコナンの。音しなくない？常に対角線中行けばね。うわ、来て来て来て階段の方の遅いよ。あいつ捕まった？まだ開始5分だよ。捕まったザコ捕まった。スタッフの連帯責任はなくなったな、これで。なんで分かったの？ああ、メンバーが俺捕まった。もしない。やばい、お尻から何か出たかもしれない。もうさえ階段登るの遅い。渋滞ね。これマサイルール分かってない可能性ない？捕まったからみたいな感じでどっか行っちゃったよ。だって見かけないもん。校舎がね狭いから結構難しいな。これ結構足使うぞ。まさに会えた。まさね下痢下痢トイレ離脱です。トイレ？でもなかなか走れるな。あいつやるな。ちょっと言わなきゃいけないことが起きましてですね、漏らしました。漏らした？お尻から僕の汚ねパンツが個室に置いてあります。初めてです。あいつうんこ漏らした。捕まった時に力入ってニュルって出たよね。お兄さん見逃してあげて、下痢に免じて。ありがとうね。いや面白すぎやろ。ああ面白い。ありがとうね。
マジで漏らしたらしいぞ。捕まっておならしたと思ったらうんち出たらしい。めちゃくちゃおもろいじゃんあいつ。結構ネル動けるね。動けるねあいつ。ちょうど俺の教室だけ見なかったな。いや今一回うまく巻いたのにな。あれ人変わったぞ絶対。もうお尻が綺麗なんで大丈夫です。安心してください。ペーパー使い切るぐらいまで拭いたの。いや10マジだ。さっきのやちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。ギャリして捕まっておもろすな。俺もう漏れるっていう恐怖がやばくて。おい10周じゃねえかよ。お尻ゆるい今日。こいつ振ったな今。おい気づいてんぞ。なんだお前どこに目ついてんだお前。振ったなお前。見てたぞ影で。シルク一回も使ってないからな。5、4、3、2、1終了。一回も捕まってねえぞ俺。いやーマジで悔しい。最後鬼変わったな多分。変わったな。スピードちょっと変わったもんね。変わったよね。ちょっと鬼来てよ。ガガに変わってるおちゃらけ鬼。何回捕まりましたか。シルク0です。2回です。うわ2回。2回です。ザカオくん、マサイくん、皇帝いってらっしゃい。うんこ漏らして外周2周。漏らしてる間さ結構長かったじゃん。確かに。そうで2回捕まったの。2回捕まった。何してんだよ。確かに。3分の1こいつクソしてたから初めてだよ俺撮影中に漏らすの。それで言うと俺らも初めてなんで、撮影中に漏らしていなくなったやつ。確かに。
疲れましたね。疲れたね。ボーナス10周も終わらせたよ。終わりましたね。しっかりと走ってましたよ。休むことなくやりました。やり通しました。鬼ごっこも疲れましたね。しっかり疲れたよ。はい、ということでね、3次元目、サイコロ回しますよ。はい。何か出るかな、何か出るかな。1、勉強です。勉強かいやもう眠いよ、寝ちゃうよ。今絶対出る。やばい。勉強をしてもらいます。はい。まあ、学校ですので、確かにね。はい、友達と遊びに来る場所でもあるけど、まあ、勉強が一番やらなきゃいけない。学びの場所なんだね。はい、先生がいます。先生の。はい、本当の勉強です。はい、それでは今からね、授業3次元目勉強でございます。勉強か。勉強は嬉しいんだけどさ、はい、運動しすぎてめっちゃ眠いんだよね。早く終わりってこんな感じだったね。そうそうそう。ね懐かしいよね。そんな眠気も覚めるような授業で。マジっすか。何？こんにちは。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。先生ってそういうこと？先生。いいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。霊障について心霊という授業です。はあ、ちょっと楽しそう。今日夜怪談やるので、そっか。先にその予備知識じゃないですか。はいはいはい。聞いておこう。勉強してね。は実体験のお話の前に遭遇してます。い。ここ本日、はい。結構撮影マしてジ？いっぱい来てますよここ。私だけじゃありません。今日2番弟子がですね、ちょっとお付きで来てるんですけど、全く違うお手洗いに入ったんですよ。なんですけど、全く同じものに遭遇しました。へえ。あ、どういうことだ。別の部屋なんですけど同じとで、しかも多分トイレになんかついてる。見た感じですけど、はい。どういった特徴とか、どういった例で確かこれだけは言えるなという安心してお伝えできるのは、本当に無害です。あ、そういうタイプなんですね。はい。いるんだよ。そこにいるだけで。打ち合わせをちょっと弟子としててですね、まあこういう実体験と、まあ昔流行った学校でこういうの流行ったよねっていう七不思議がありますよ。その中の一つの話をしてたんですけど、話した瞬間本当にはっきりカーテン越しにちゃんと影がこのぐらいの影が来て、それを同時に見て、で、まあ、トイレにまつわるお話だったんですけど、それをしたら来たんですね。で、これ話したら来るよねって、多分来ますねって言った瞬間に影が来て、でスタッフさんが来られたので、あ、入ろうとしてスタッフさんの後ろについてきて、開けた瞬間に入ってきたのかなっていう。カメラが2台バグりまして、害はないです。まあ存在をね知らせてる。そうです。いつも通りだと無防備になるので、一回入る前にでちょっとこう気を入れる。で気を入れながら、それでもちょっと不安だなと思ったら手を叩いて統一する。で自分のこともこの結界なので、結界を張ってからちょっと気を引き締めながらお手洗いに行っていくことが一番安全で、自分のことも瞬時に守れるので、まあ、今のところ女子トイレ無害ですけど、男子トイレはもちろん見てないので、水が流れる場所。大正解です。ああ、そういうところなんかでもね、その心霊っていうかその幽霊っていうのは水辺になんか結構確かに水が関係する場所がね。大きくよね。なんでなんですかそれ。生まれる前、お母さんのお腹の中に、ちょっとこう水の中にいる感覚、で水の揺れにやっぱり人間は心地よさを感じる。水っていうのは生まれる前と亡くなった後、亡くなった後もいわゆる三途の川、やっぱり水に戻る。水から生まれて水に戻る。ってことは多分川もそこら辺からじゃん。まあこう来る可能性はあると思うね。なんか一番怖いのが多分学校のプールなんじゃないかと思ってて。まあ安心してください。必ず大丈夫なように帰れるようにはいたします。ありがとうございます。霊媒師です。そうですね。はい。そこです。楽しいですね。まず霊媒師になるために一番そうセンスじゃないですけど、これが必要だっていうのは何かあるんですか。確かに。霊感っていう伸びしろももちろんなんですけど、本当にちゃんと
逃げずに自分で戦う勇気と、あと仲間を思える気持ち、人を助けようと思う気持ちですね。結局こんな気持ちで隙が生まれてやられるので、経験がありますけどそうね、僕が悩んだ時高校の時はなかなか危険話だよ。だって気にはなるじゃん、そのレーバイスさんは一体何をしてレーバイスさんになるんだろうっていう、そこのプロとしてじゃないけど、ね、そういう階段とかやった時に気持ちだけ折れなければいいっていうのが大事なんだね。大丈夫かな。俺冒頭のランニングで気持ち折れてるから確かに一回折れてるな一回折れてるな確かに一回ピッていかれてるな。なんか霊感があるないの基準を知りたいですね。確かに。なんかどこまで。霊感があるって何ってことね。そうそう。で僕自身過去の撮影とかで心霊スポット行った時に一回見た時はあったんです。ほんと 0.5 秒ぐらいの感じなんですけど、展望台のね撮影真緑の女性を一回見たことがあって、でもそれってそれ限りって目覚めたのか目覚めてないのかもわからないし、もう本当に私から見た意見ですと、ちょっとこう霊感っていう普段は絶対遭遇しないことに遭遇する波長はちょっとその時一瞬出たかなと。ただそこでもう運がよく止まってる霊感が強い方って人の気持ちを読み取れたりするので、なんかちょっと最近人と会いたくなるとか、そういうのも揃ってて、あ、この子は霊媒師に行けるなっていう霊が見えるだけじゃないので撮ってますね。なるほど、はい、それは聞いてよかったことだ。元は人だから、その人と対話するときは人でないとダメだよねっていう理論がある。確かにそうだね。人としてちゃんとしてるとかもね、入るんだ。それでいうとシルクロードは確かに気になるね。やっぱりちょっと普通の人よりも霊感が強いです。霊媒師にはなれます。霊能者じゃないですか。霊能者。あれ、はい、霊媒師と霊能者って何が違うんだっけ？霊媒師さんはお祓いをすることはいができるんです。霊能者さんは霊の気持ちを読み取ってお伝えする。はあ。経験はやっぱ人一倍多いし、ここ最近も結構大きくなってるから、まだ今霊能者と霊媒師の違いはちょっと分かる。なんかすっきりしたな。確かに気になってはいたんで。そうですよね。どういうことなんだろう。教えてくれる人はなかなかいないからね。いないな。ちょっとやばい霊だなっていう時と、何にも別に怖さ感じられるってないですか？心霊スポットやってると。いや、これあるんですよ。マジあるよ。ある。絶対に行っちゃいけないなっていうオーラみたいなのがあるんですよ。感じるよね。そう、それは空気の重みもそうだし、あと突然そこだけ冷たくなるとか、奥が見えない時あるよね。ある。これ行ったら終わるなみたいなのがもう言っちゃえば勘なんだけど、なんかその勘がものすごく強いね。あ、これなんか勘だけじゃなくて本当にダメな気がするみたいな。これやっぱりフィッシャーズさん自身が私前から思ってたんですけど、霊感自体は強い方なんですよ。一般の方の場合全くない方分かりません。で同じように霊感がある方は普通に肉眼では何も見えないけど、ただやばい、絶対行かない方がいい。これが霊能者のと、いや、ここに真っ黒な大きな空洞ができてて、これ霊道なんですね。自分が足を踏み込んだら触れちゃうのでいけませんっていうことが具体的に説明する。さらっとだけど、霊道って真っ黒く映るんだね。ね、確かに。ブラックホールみたいになってるのが地下鉄の奥みたいな感じだよね。そうですね、よどんでるというか、例えば蜃気楼みたいな時もありますし、本当にやばいなっていう時はやっぱり黒くもやがかかってる。へえ。やっぱり見えるんですね。学校って本当に遭遇するんですけど、あんまり怖い霊は遭遇したことなくて、誰も知らない同級生がいたんですよ、過去に。誰も知らない同級生。その時点で怖いですよね。引き強本ね。タイトルの引き強。小学校1年生だったんですけど、その時に体育の授業で、みんなバーッと階段を降りて体育館に向かう時に、男の子が一人階段の下でボード立ってたんですよ。あ、もしかしたら学校に入学したばっかりで体育館わからないでお友達もいないのかもしれないと思って、みんなもうあっちにいて体育館に行ってるよ、ありがとう、本当にありがとう、教えてくれてって言われて、そこからまだ他
めちゃめちゃ怖い。何なんだろうね。なんででも普通受け答えしてたんですよね。危害は加えなそうなだから別に多分亡くなったの気づいてないパターンなんじゃないかな。正解です。そうなんですよ。急にグンって人のように現れることが多いのが学校だったり。はあ。もしかしたら今まで挨拶した人の中にいない人いるかもしれない。説あります。結構借りてるから。結構借りてるからね。それ管理者の顔全員覚えてるんですではないから。それがあったらめちゃくちゃ怖いね。今日の夜を過ごすために必要な授業でした。ちょっと待ってくれ。まあ確かにさ、必要な知識かもしれないけど。めっちゃ教えてもらったから。例に関してってなかなか聞ける機会がないじゃないですか。いや、ないですね。心霊スポット結構俺らもさ行ったりとかするじゃない。で、まあ、自己判断もあったりとか、ね、いろんなことを聞いて友達がやばいと思ったら一旦引こうみたいなので引いてるわけじゃん。こう聞けるとね、それ正解がね、とりあえず今日の夜に備えての授業でございました。なんか最初眠いとか言ってたんですけど、全然眠くないです。素敵な授業ありがとうございました。勉強になりました。さあ、3次元目が終了いたしましたね。運動して、心霊の話を聞けた。勉強です。はい。ちょっとここでなんですけど、ゆい先生からちょっとお守りをいただいたので。今5つ、お守りがあるんですけど、ランダムに選んでください。これにしようか。OK です。じゃあ俺これもらおうかな。でこの2つは後でスタッフの話で、俺もよく分かってはいないけど、ゆい先生がこの裏にして好きなやつを選ばせてくださいということだったので、お塩があるんですけど、どれがいいとかありますか？若干塩の量が違うみたいですけど。はい、わかりました。これ夜に使いましょう。はい。ゆい先生ありがとうございました。ありがとうございます。授業もありがとうございました。4限目の授業振りましょう。よし。じゃあまさいくんそのままじゃあ振っちゃっていいです。はい。せーの。お、6度自由でございます。自由ちょっとした休憩ですね。そうですね。はい、自由でございます。なのでじゃあ1時間ぐらい自由行動しましょう。ありがたい。はい。スマブラするか。絶対言うと思った。そう。遊ぼー。イエーイ。スマブラか。チャレはい。おもろい。こいつ面白い。行くぜレディートゥーファイト。いいね、自由時間。学校でゲームするっていう夢の空間が生まれた。どうやねん、半分。マジゴールアンプついてからのね圧がやべえよ。怖いよね。あーマジでつかめないあれ。終わったわ。これ絶対終わるんだよ。これ絶対終わるんだよこれ。じゃバスタオル。最近流行りですからね、バックフロン。ね、なんかね、やめてほしいわ。やってほしいわ。あ、知らないっていう人が多かったからね。人口が増えるっていうのはいいことなんだ。まあね、嬉しいけどね。逆になって教材が増えるってことだったんです。いろんな人が解説してくれて。今バックフラワーでそのスターウォーっていうね、その世界一うまいって言われてる人がいいじゃん。めっちゃいい。もっとクラウドだったんだけどね。おプレ怖いじゃん。今日中いいじゃん。余計なこと言うから。いいね、いい自由時間だ。もうこれ自由時間なのか。自由時間であるスマブラで。うわー。今のはい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 。今のうまくないうまいわ。そりゃあーってなった。今のはちょっと自画自賛しちゃった。それうまいわ。いや今のはうまい全然うまいわ。おい、こっちか。こっちラッキーこっち。ラッキーコスでございます。ジャクジャクバスタウルフで勝てるかなと思ったけど。いや、今どっちか分かんなよかったよかった。じゃあこのまま終了でーす。ありがとうございます。お疲れ様です。面白かった。スマブラ時間です。スマブラして、まあちょっと雑談してって感じだな。よし、じゃあ特に言うこともないので次行っちゃいましょう。3回4出してください。バスケだ。編集。はい。いきます。3編集だ。編集3の編集でーす。マジちょうどいいわ。俺今日出さなきゃいけない動画あってさ。あ、いいじゃん。ちょうどよかった。ちょうどいいわ。じゃあもうやりたいのあった。編集しましょう。はいね。よし、それではもうお腹も減ったんで弁当食べながら編集しましょにゃ。う。よし、この後バスケなんでパンパンになると危ねえから。そうだ、もう確定してるんだよバスケは。残ってんのバスケだけなんだ。そうだよ。じゃあ編集します。いただきます。うまいな、キュウリ。よかったな。
一発目がキュウリなのかもね。ここで弁当食えたのでかい。腹減ってたことに気づいて。そうなんだよ。お腹減ってたんだなって思った活力になる。皆さんが今抱えてる編集はどんな感じですか？俺旅のメインのクソ長いやつやってる。ああ、今メイン。今やろうと思ってるのはセカンドか今ちょうど僕がやってるのは個人の、サムネ作ってます。昨日にね、メインのやつほとんど終わっちゃったの。集中すると黙るね。な。それは集中や。アイサーホイサー。今のアイサーホイサーって何？今何秒のラグがあった？よいしょ。お疲れ。パン。さっきのカガウロチョの人。飯食うと横隔膜痙攣すんだよな。変じゃないそれ。変。よく噛んでないんじゃない？なんつったらいいの？15噛み噛みぐらいのしてる。編集してるとニヤニヤするね。内容によってね。めっちゃニヤニヤしてたんだけど今。出社。切りがいいな。ほんと、ちょうど多分1時間ぐらいやってんじゃない？やってるんじゃない？ね、いいところまでやったら終わりにしようか。撮影中にこの編集の時間があるといいよね。この作業もできるから。そうなんだ。どうした？ジャンピングルマンド。ジャンピングルマンド。上の蛍光灯に虫が集まって下に落ちてくんだよ。トラップっつうのがこれが。なんで若干相川翔さんみたいなのカブトムシ。ではなかったんだけどね、別に普通の羽やりかなんかでしょ。あと最近本当にこの人たちのライブ行きてえなっていうのがあるんだけど、 XG アーティストだなーって、ちょっとこうファッショナブルな、本当に、まあ、女性なんだけどこう坊主なんだよねとかで、曲がむちゃんこかっこいいのよ。シンプルに歌バケモン級にうまいのよ。デレレレレレレレ、そうあの曲のなんか誰が好きとかの以前に曲がセンス良すぎてマジライブ行きたいんだよ最近。なんかいろんなアイドルさ最近出てきたし、そうだね。いろんな女性アーティストって華やかだしね、素晴らしいなってなるんだけど、ここ最近マジで曲でこう電撃走ったのがあの人たちなんで、なんかお二人がは？じゃあバスケすっか。さあということでね、お昼の部と言いつつもう夜なんですけど、もう暗くなっちゃったね。もう暗くなりましたけど、最後でございます、もうねサイコロ振らないでいいので、あと1個だけだった。バスケットボール。でも疲れてるよね。なんかすごい眠そうだよね。いや、眠いより、いや、疲れた。疲れた。お願いします。お願いします。お願いします。見てる。ナイスカット。素晴らしい。うまい。いや決めてきた。ちゃんと決めやがったんだけど。裏。ナイス。キャッチ。オッケーオッケー。いやいや。よく入った。今のうまい。おおナイス。かっこいい。ナイス。いいとこ入ったいいから。かっこいい。惜しい。今の本田。でかい。もうでかいね。でかいね。おマジ。わあ惜しい。やりたい。次はやらない。クリア。おお！4対4同点です。
だよ。さあどうなる。おお、やばい、あと1点決めれたら負けるよ。やばい。いいシュートだった。負けんなよ俺。負けたね。お疲れ様です。ありがとう。負けちゃったね。次は負けねえからな。ということで、お昼の部終了でございます。時刻は9時です。どこがお昼やねん。サイコロリスト昼が全てクリアになりました。おめでとうございます。夜の部がスタートでございます。嫌です。それではサイコロリスト夜の部です。これこんな硬いことある？むちゃくちゃ硬いけど。ちょっとお待ちくださいね。そんなめくれねえ坊主なんこれやべえな。まあわかるわ。わかるよ。お疲れ様。お疲れ様。サイコロリスト夜。サイコロリスト夜はこちらのね、6つにまたなります。サイコロが白から黒に変わります。夜のサイコロ。これに変わりますね。で、1が音楽室のピアノ。2、合わせ鏡。3、一人隠れ家。4、トイレの花子さん。5、動く人体模型。6、魔の13階段。まあ要はここからはもうすべて階段です。そうだね。はい。階段聞いたことあるな。有名なやつだな。学校の階段と、夜の学校に今いるんで、これをやっていこうと、いうことです。サイコロリスト夜最初の授業1です。音楽室のピアノ。有名だよね。はい。音楽室にいると曲が勝手に流れるみたいな感じだよね。ピアノが一人でにこう鳴り始めると、その夜の音楽室に行くという。僕が行きます。なんかなったら教えてるじゃん。わかりました。スムーズに次のものに移れたらいいなと思ってるんで、この近くにいてください。わかりました。それでは、夜の音楽室ね、一人でに曲がね流れると言いますけど、ベートーベンかなの曲が流れるってねよく聞きますけど、音楽室この先まっすぐ行ったら着くんで行きましょう。夜の音楽室ですね。うわ、暗っ。音楽家たちの写真が、絵とかが動くってよく言うよね。音楽室です。行きます。こう音楽家たちのさ写真とか絵とかあんの？あるわ、後ろに。ここがね、音楽室なんですけど、あそこに音楽家たちの写真が飾られてて、こっちに、ピアノがここにカバーかかってありますね。で、ここには椅子。手形あるんだけど。誰の？綺麗にしまわれてるね。一応開けとくか。さあ、ここで滞在してみようか。音楽家たちのね、写真がずらーっと並べられていますね。まあ、どの人も授業とかで習ったことがある人たちかな。一番前の席だな。この空間で急にポーンとか鳴り始めたらめっちゃ怖いわ。よく学校の階段のね、映画とかアニメとか、見てはいたんだけど、学校に侵入すると廊下のところからもう聞こえてくると、ピアノの会っていうのはね、音の会、演奏者の霊歌、音楽室の定番のピアノの会、死者がピアノを弾くとか書かれてますね。まあ確かに階段ねとして語られやすいものがこの音楽室ですよね。音楽室に飾られた音楽家たちの肖像が、動き出すと。ベートーベンの肖像画の目が光るとか、目が動いてこちらを見る、体の向きが変わる、怒った表情になる、絵から抜け出すとかっていうのが、話でよく逸話で聞いてるやつかな。ベートーベン以外にもバッハやモーツァルトの肖像画が、対象として同じような話を聞くと。ベートーベンは右から5番目かな。ここにはいろんな楽器がありますね。大太鼓、ティンパニとか、ボンゴだったり、鉄琴とか木琴もあるし、あとギロっていうね、少し変わった楽器もあります。今パキってなったな。じゃあちょっと電気消してみるか。じゃあナイトショットに切り替えよう。暗いと雰囲気あるな。この時間までここに残ってることあんまないからな。ちょっと緊張するわ。
僕は今のところ別に何も感じてはないかな。何か感じますか？まだ特には。これよね、ベートーベン。確かにこの目つきでね、ギロって睨まれたらびっくりするな。この表情が怒った表情になったりねするっていうから怖いよな。まあでもベートーベンに関してはすでにちょっと怒ってるような顔にも見えるんだけどね。今ここには2人いるんだけど、この音楽室にそれ以外の影とかも別に俺は感じないかな今は。強いて言うならそっちがなんかパキッとかってなるのだけ気になる。まあ学校はね、いろんな子供たちが来てさ、いろんな感情が渦巻く場所ではあるから、もしかしたらいろんな霊がいろいろなものに入り込んでる可能性はあるよね。やっぱりそっちのパキパキこっちはなるんだよね。ずーっとこっちだけなってるわ。なんだろうね。一応向けてみるか。この辺、あそこ、あの奥、隅。でもそんなに気配を感じてないから、もしかしたらその壁になんか虫がぶつかったりしてる可能性はあるね。今回のこの24時間学校生活はこの夜の部が、一番見せたかったものではあるんでね。昼の部はいつものフィッシャーズって感じだけど、夜はね心霊の色に変わってるんでね。夏ならではのフィッシャーズって感じするな。24時間耐久企画でもあるし、最初の方は運動企画でもあるし、後半のこの夜の部は心霊っていうね。一番前ですね、音楽室の先生が授業するところとか、代表者がここで歌ったりするところかな。で、この真横なのよ、ピアノが。あれです。これがピアノね。友達とね、夜の音楽室忍び込んでみるとかって話とかしたけどね、結局やったことなかったけど、大人になってまさかやると思わなかった。忍び込んでるわけじゃないけどさ。音楽室の会話、とりあえず何もなかったかな。ここから鳴るとかはなかったね。あと別の肖像画が動くとか、そういうのはなかったです。夜の部一限の授業は終了でございます。ちょっとだけ音は鳴ってたけどね、パキッとかパツッとか鳴ってたけど、雰囲気とかその人の影とか誰かいるって感じはなかったね。圧迫感みたいなのなかったから、多分ね、矢なりとかそういう系だと思いますけど、検証、何もなかったです。雰囲気は怖く感じはするな。けど何かがいたっていう、そういうなんか聞き察知能力が働いたとかはなかったです。はい、音楽室の、ピアノの回行ってみました。確かにちょっとね、パキッとかっていう音は聞こえる。だったけどそのピアノが聞こえるとかはなかったかな。で、肖像画が睨みつけてくるとか目が光るとか、そういうのもあったんだけど、もうあんまり結構じっくり見たけどなかったかな。圧迫感があるとか、こっから直ちに逃げ出したりとか嫌だなっていう雰囲気はない。はい、じゃあ、もう1個ねクリアしたんで、早速1が埋まったので、その他ねご自身で運命を決めてください。これ一番嫌なのは何？それ隠れんのかな。4で目4が出たので、トイレの花子さん。君から見た僕は茜の花子さんか。トイレの花子さんをまさに一人でやってもらいます。場所、女子トイレの奥の3番目の個室のドアが対象です。ドアを3回ノックします。花子さん、こんにちはと呼びかけます。応答する場合があります。はいという声が聞こえて、花子さんが現れる可能性がありますと。花子さん遊びましょうとか、そういうのでもいいです。花子さんに向かって話しかけてください。で、先ほど、授業を行ったんですけど、霊媒師さん曰く女子トイレにいるとのことだったので、確かに気をつけてください。トイレの花子さんの検証をしていこうかと思います。先ほど説明した通りですね、霊媒師さんも、女子トイレで何かしら感じだと。トイレの奥の3番目の個室、ドアを3回ノックする。で、花子さんこんにちはと呼びます。で、はいっていう声が聞こえる可能性がある。白い手が現れるらしい。でも使用禁止のトイレなんだよな。入りますか？あんまりね、女子トイレに入るっていうのもね、あれですけど。はい。で、奥から3番目
ここが奥で、これ2番目じゃん。で、3番目じゃん。こっちは物置だからトイレじゃない。早速ちょっとやってみたいと思います。花子さん、こんにちは。今のところ反応はないですね。ここが反応なかったんで、別のトイレ行きましょう。あっち側にもトイレがあるから。俺がその感じ取れるものっていうのは今のところないかもしれんけど。これが女子トイレですね。開けます。トイレ2個しかねえんだよ。お前どうすりゃいいんだ。2個しかないけど、一応やってみる。花子さん、こんにちは。いませんか？反応ないな。トイレ2個しかねえからな。どうしようかな。でも3個あんのか、だからあっちの方のトイレしかねえわ。これノックしてみる。花子さん、こんにちは。何もないな。霊媒師さんが言ってるその人を見たっていう話がその1階のトイレだから、でも両方のトイレで気配があったっていう話を聞いたから、なんかそのノックしたことによっての変化というか、その空気の違いというか、そういうのも今のとこ感じ取れることはないかな。まあ嫌だよねっていうのはもちろんあるんだけど、だって夜の学校のトイレだし、女子トイレ。まあでも今のとこは何もないかな。まあ動画で、ね、何が映ってるか分かんないけど、じゃあ戻りましょう。さあ、ということでトイレの花子さんが終了いたしました。はい、どうでした？まあなんか霊媒師さんが言ってるその影があったとか、お話がありましたけど、なかったかな。ちなみにギャル霊媒師さん曰くなんだけど、ちっちゃい小柄な女の子がトイレの上から覗いてて、なんでこの学校に大人がいるんだろうみたいな感じで見ているらしい。まあでもなんかね、無害。だから気になってるんだと。なんで大人が遊びに来てんだろうみたいな。4時44分にやるっていうルールとかもねあるんだけど、それ以外も全然トイレの花子さんの会っていうのは全然時間限らずでやってることも多かったから、まあそれを試してみて出ないということは出なかったんでしょう。次の、やつやりましょうか。はい。残ってるのが2356ですね。2356の中でどれか引いてください。じゃあ次ザカオが行こうか。お、2だ。2の合わせ鏡です。なんかあれだよね、なんか何枚目とか自分のなんかそうだね、亡くなる時の顔が映るがよく見てる。あとは片面がこっち向いてくるっていうのが合わせ鏡ですね。まあ合わせ鏡をすると死後の世界とつながるとよく言うのが言われてますんで、合わせ鏡お願いします。鏡を向かい合わせに配置する。自分の姿を映す。トイレの花子さんとかそういうのに比べたら、そのセリフがあったりするわけでもないんで、すぐ終わってしまうかもしれないんで、ちょっといろいろ試してみたいと思います。こういう状態だよね。じゃあちょっとね、真ん中に入りますと。逆の鏡の俺こっち見てたら普通にやばいってやつだよね。さっき言ったシルクが言ったやつは。待って、あいつは俺と目合ってるの合ってる？だよね。1、2、3、4、5人、6。でもその奥まで行っちゃうともうわかんないな。6人ぐらいまでが限界だな。特に異常はないかもしれない。十何人目とかがね、自分の死に顔とかなんかいろいろ説あるんですけれど、まずそこまでね、見えないな。でもちょっとやっぱ不気味っちゃ不気味ですね。体全体映るぐらいの鏡を一応用意してもらったんで、ちょっとそっちでもやってみたいと思います。姿鏡っていうのかな。ちょっとこれでやってみるわ。やっぱなんかこっちの方が怖いわ。全部映ってる方が。フックのさんでした。なんかこれ一人だけ実はなんか向き違ったとかありそうな感じしてきて、なんか怖いなこれ。1、3、4、5、6、7、8、9、10、11。いや、キモい。一応15、6人ぐらいまで今頑張って僕の目には見えてるんですけれど、はっきり顔が映ってない感じ。でも絶対そこに俺はいる感じはする。
13人目の俺いないとかだったらマジで怖いし。もちろん最初に出てくる自分は自分と目が合ってて、その次に出てくる自分があっち向いてて交互になってくんだけど、なんか探してるとこいつこっち向いて合ってるみたいな瞬間にね、何度もなんかなって脳がやられるんですよ。いい気分はしないね。怪奇現象的なことはなかったし、何人目かがこっち見てるとかもなかったと思います。今ね、こうしてる間にもなんか中の自分がなんか実は両サイドなんかやってると思うともう鳥肌がやばいっすね。あんまりこうやってなんか見たくないな。でもなんかその顔色が悪いとかそういう感じには特にはないから、一応検証結果としては異常なしということでいいのかなと思います。なんでこれ夜の学校でやらなきゃいけないんだよ。学校の階段なのかなこれも。とりあえず異常はなかったと思うんで、メンバーの元に戻りたいと思います。特に、変わったことはなかったけど、純粋にかなり気持ち悪くなった。先が見えないみたいな。てか逆に言えばどこまでも続く世界みたいなですもんね。で一応その十何人目とかのなんか自分の死に顔説とかの一応確認はしたんだ、したけど、一応映ってるし、普通の自分の顔、普通の自分の顔なんだけど、なんかしっかりはっきり映ってるというより若干なんかもやがかかってるような感じはするけど、先だもんね、もうね。正直かなり鳥肌となんか気持ち悪い感じは常にありましたね。なんか変な世界に繋がった感じはあるよね。そうだね。なんかそれが霊道なのかわかんないんだけど、なんかこの空間だけなんだこれってなる。奇妙な感じは確実にもうずっとしてたけど、なんかそのよくある目が合うとかそういうのとかは特に。じゃあ次行きましょうか。はい。3、5、6のどれかだね。5動く人体模型。これ僕ちょっとできたんですよ。喋れることあるんで。どういうことなんだ。確かにね。夜の学校で理科室に行くと人体模型がこっちを見てくるとか、なんか気づいたら後ろに迫ってくるとか、超怖いな。そういう結構定番といえば定番な。先ほどですね、ギャルレイバイさんと話してたんですよ。その時にこの人体模型が、サイドに置いて撮影したんだけど、ちょっとずつこう体がこうレイバイさんの方に向いてこう近づいてるっていうのを、レイバイさんもそうだけど撮影のスタッフの人もそれを感じた。マジ？僕はちょうど間に挟まれてたんで、僕そんなに見えなかったね。ちょっとそれもあって何かしらの魂が宿ってる人型だしね。確かにね、よく言うね。だからこそちょっと僕が見に行きたいな。それ超怖いな。だから霊が入ってる可能性が非常に高い。その状況で僕は行こう。ちょっと見てきます。はい、行ってきます。気をつけてね。はい、確かに気をつけて。よし、じゃあ理科室がこっちの校舎じゃないんだよね。新校舎の方なんで、ちょっと新校舎の方に行きます。ファンの方とお会いする機会があって、その方がですね、お子様連れてたんですけど、ママかなが俺の元にこう駆け寄ってきて、何言うのかなと思ったら耳元で右後ろ気をつけてくださいって会釈してどっか行ったの。俺なんかいんのかね、すげえ気になってんだよね。この子ですね。正直でもやっぱ顔もあってさ、表情もあってちょっと不気味ではあるよね。ちゃんと学校の理科室です。これね、真ん中に蛇口があったりとかする。昔使われてたんだろうなっていう。そして人体模型くんと骸骨くん。ちなみにさっきここでね、ギャルレイバイスさんとお話しさせていただきましたね。その霊についてとか霊障について、ある程度その霊力的なものが高い人がここで多分話したりとかしたから、もしかしたらなんか気が溜まってるとかあるのかね。ここすごくない？なんか違和感はありますか？
まあさっきよりはすごいね、なんかね。他の教室こんなことなかったもんね。ここが一番なんか変な感じするよね。さまよう人体のってまあ、七不思議があるね。しかも深夜0時になると理科室の骨格標本、まあ、いわゆる骸骨の人体模型、こっちだねが動き出して学校中をさまよい歩くという噂もある。で深夜0時になるとなんでもう0時超えてるので時間帯としては今なんだよね。ちょっとこの部屋を曲がってみますか一旦。そしたらもしかしたらね動くっていうのもなくはないかも。今ずっとここにいられるからなんかずっと横にいるなってなってるかもしれない。開いてる扉開いてたりするかな。なんかそこもね気にはなる。開いてる開いてない。椅子に座った時の感覚っていうのかな。その人体模型2体ね、骨格標本と筋肉内臓標本があるけど、その2つとの距離とかその感じは一応記憶してあるから、もう一回後であそこ座ってるよ。それでなんかあれ近くねと思ってたらもしかしたら距離変わってる可能性あるしね。距離は変わってない。この角度だったし動いてはないね。怪我したのかな、方向左手だけなんか包帯巻かれてんだよ。手に嫌なところにいたりさ、辛いなと思うと時間感覚がやっぱ遅く感じるじゃない。ここはちょっとそれがある。もしあなたたちの場合はあそこのノックをお願いします。違いそうだね。なった今。コンって一回なったね。向こうで。でもなんか外って感じしないんだよね。中って感じするんだよね。この理科室の中でなってる感じがある。ここに誰かがいる場合はもう一回ノックをお願いします。なったよね今ね。すごくない？一応外の風とか確認してみていい？いや弱いな。全然。何だったあれ。多分君たちじゃないと思うけど、ここは誰かいますか？ここよりよっぽど向こうの方の気になる。理科室の中なんだよ。中からなんか音鳴ってる。ノックで返事お願いします。誰かいますかの問いかけにいないかトントントンみたいなのが結構3回ぐらいあったね。ほら行きましょう。ちょっとおやちょっと怪しいよね。他こんな音なんないよ。やっぱ今日俺と多分ギャルレイバイスがいたからっていうのもあるんじゃない？お弟子さんもいたしね。ちょっとこう霊力がなんか集まったのかな。気が集まってかわかんないけど、今の最後のなんかさ、もう行こうかでバンだからね。いや正直一番あそこはなんかあるぞと。やらせぐらい音鳴ったよな最後な。なんかもしかしたら照明じゃないけどいるよっていうのをなんかやってんのかもね。今回が今日の中で一番やっぱなんか変だぞってなった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おかえり。はい、どうだった、動く人体模型。ほんと脅かせようでごめんね。結構やばかった。まあ俺とガガが行ったんだけど、ガガ結構心霊スポット行ってるじゃん。今日が一番だったよね。ちょっと一番空気が人体模型がいて、で要は骨格標本、骨だね、まあ要は骸骨とまあ、筋肉内臓標本、まあなんだろう、人体模型って言ったらあれを思い出すと思う。そうだね。男の子のまあこう半分がある、半分がこう臓器と、その横に俺座ってたので、その理科室だったわけなんだけど、理科室で、まあ、昼間俺と、まあ、霊媒師さんで話してたの。だから多分なんだけど気がちょっとおかしくなったりとか雰囲気変になってる感じ、やっぱそこで心霊の話をしたから、なんか変な感じになってるなとは思ったのね。だから俺聞いてみたら、もしこの理科室誰かいるならノックしてくださいって。あ、いねえかって言ったら、
マジで？マジです。俺風邪かな。もう一回聞いてみようか。誰かいますか？いたらそっちの方をノックしてください。マジで全部入ってる。なんかいいんじゃねって。いやちょっと外一回見てみよう。風邪かもしれん。風邪なかった。正直言うと別にビビって言ってないの。だから怖いからそういうことじゃなくて、どちらかというと投げかけに対して返してくるの。それで俺らってなった。でもう結構取れたから戻ろうって言ってガラッとやったら、マジですマジでマジだよね。1個も持ってない。本当に1個も持ってないです。全部取れてる。もういいじゃん、それでもう終わろうよ。だから正直びっくりしたよね。あれ全部返ってくる。怖すぎんだろそれ。そううわマジで取れただけやば。俺行かなくてよかった。だから結構びっくりしたわ。だからそんなことあんまないじゃない。ないよ。でしかも正直やらせに感じるくらい結構最後でかかったよな。マジで言ってんの？バンって。もちろんいなかったし、そう人ずっとノック聞こえるんだよ。やばすぎだろ。で問いかけないとならないよね。久しぶりに鳥肌立った。そうだよね。思い返すと鳥肌立つよね。しかもね、ちょっとガガ曰くその人体模型をこうやってカメラで撮ってたんだけど、これ自分の目で見ると別にそんなことないけど、カメラ越しに見ると黒目がこっち向いてるように感じた。まあ多分入ってるよな大人。そんだけね。だっていやでかかったから。だって言うんだったらね。でかかったね。最後のなんか本当にマジでいやここいるよみたいな、そういう感じでドンって一回鳴らされた。それまではなんかねいますよぐらいのなんかコンコンコンでパチパチパチとか聞こえる。正直それは虫かなみたいな、確かにね。でもこれは違えな。明らかにこっちに対するなんかメッセージを投げかけてるっていうラップ音が今回は多分取れてるとは思う。取れてってほしい。もうなかなかないよ。ガガも相当心霊スポット生き慣れてきた頃だし、俺も言ってるじゃん。ダブルでやっぱってなってしまったから、ちょっとこれやばいっす。動く人体模型は正直ちょっとこれやばかった。もうこの映像を見てほしいぐらい、霊媒師さんっていうレベルのことが起きました。マジでリアル。持ってない。本当にこの話盛らずにっていうのすごくない？いやすごい。だから本当にね経験したけどマジ持ってないよな。はい、そんなことは起きたけど、まあ途中ではあるんで、お守り持ってって。どっちが先行く？3か6どちらか。一人かくれんぼ。なんかもう呼ばれてる感じするもん。ちょっと本当に気抜かない方がいいかも。無理だったらそうだね。やばいと思って今日ちゃんと授業でね勉強したし。そうだね。まだもお守りがあるんで、そこは信じて、自分のハートをね信じてあげてください。マジでお察しする。ここ最近やっぱすごいわ。だからそうだよね。ちょっと霊関連が起きすぎてる。こうやってなんか承認が増えるとよりリアルにはなってくる。心霊、まあどっちかというと怖くない側だもんね、ガガはね。が今日が一番。どこが一番鳥肌立ったの？しんどってなったの？でもやっぱいますかって投げかけて、マジトントンがこれマジいるかもって初めて思ったっすわ。そうね。1回だったらなんかね、まああるか。で2回目たまたま風か。で最後のとどめのドーンでいるわってなってね。今年始まっての中で大きい心霊体験かもしれないね。頑張れ。俺やりたくない。はい、それでは一人かくれんぼを行いたいと思います。で、隠れるよって時に電気を消すんで、こちらぬいぐるみ、こちらお米でございます。これ赤い糸です。刃物、今回はハサミでいきます。塩水、ぬいぐるみの、綿をすべて抜いて、代わりに米を詰めるそうです。米は内臓を表して霊を集める役割などがあるみたいですね。切りました。高齢術っていっぱいあるみたいなもんね。その中の一つだからね。大体取ったかな。このクマちゃんの中にお米を入れていきます。
爪とか髪の毛とか皮膚とか血でもいいんで、ぬいぐるみの中に入れて赤い糸で縫って閉じ込めるらしいです。髪の毛できます。これ俺の髪の毛です。じゃあ縫っていきます。次隠れる場所に塩水を用意しておきます。これで塩水が完成しました。で次に自分が隠れる場所に塩水を置きに行きます。隠れる場所はここがいいな。かくれんぼ的にもいいよね。じゃあぬいぐるみに名前をつけます。この子はクーくんにします。クマのクーくん。最初の鬼はマサイだから、最初の鬼はマサイだから、最初の鬼はマサイだから。はい。ここの明かりも消します。消しました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ行きましょう。名前を言って刺します。クーくん見つけた。刺しました。糸を切ります。糸を切ってあげましょう。で、こういう感じにしておきますね。次はクーくんが鬼ですぐ隠れます。隠れました。塩水が用意した場所ですね。ルールとしては途中で家の外に出ない。で、明かりは必ず消す。隠れてるときは静かに。1、2時間でやめること。終わり方。塩水を半分口に含み、隠れている場所から出てぬいぐるみを探します。ぬいぐるみを見つけたら残りの塩水をぬいぐるみにかけます。口の中の塩水を吹きかけます。で、私の勝ちと3回言います。行きましょう。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。終わりです。怖えな、隠れんぼ。一応、なんか現象的なもの確認できなかったかな。ラップ音みたいなのもあんまなかったかもしれない。まあでも隠れる前の怖さめっちゃゾッとする。鳥肌立ったもん。怖いよな、こう見ると本当に。うまくできてるかな。ちょっと、ところどころ、ね、違うよってなってたらごめんなさい。まあでもこの検証自体超怖かったんで戻ります。お疲れ様です。はい、お疲れ様でマジした。お疲れ。いやー、一人かくれんぼどうでした？まあスリルはあるな。家庭がやっぱ儀式だからさ、いろんなことをするからそれやっていくうちに怖さ増すよね。準備する、そう本当にその通りなんだけど、まあ一人の時間は嫌ですね。何かが来るんじゃねえかっていうその恐怖心。何かが近づいてくる感覚みたいなさ、それがこう怖いし早くやめてって思う。疑問なのが、一人かくれんぼ中はもうあまりなかったんだよね。あまりなくて、準備中に叫び声みたいなのが連発してきて、うわーうわー。俺らではないな。間違いなく俺らじゃない。てかあれか、校舎違うもんね。そう、進新校舎だもんね。あ、じゃあ俺らじゃない。1階なのよ、それが。俺ら2階でやってんだけど。理科室じゃない。いや、だからそれを1個だそう、俺さ、理科室なんじゃない。準備してる時それ聞こえたから、出口付近にバディさんいたから聞いたら、マサイさんの叫び声かと思ったんですよ。あ、じゃあその音は聞こえてたんだ。聞こえてた。マサイさんが虫にビビって言ってんじゃないかみたいな。ああ、はいはいはい。だからそれぐらいのその声みたいなやつが新校舎の方やばい、多分あそこやばいって。やばいと思うよね。か、ほんとマジで今日たまたまそう。ちょっと今日新校舎の方が怖いよ。やばい。やばいね。本当にやりたくなかった新校舎でこういう1階だよね、怖いの多分ね。1階がやばい。まあ
怖かったですね。いや怖いだろ普通に話聞いてからだもん。ほっくりさんと同じ時代にできたって書いてあったよ。ああね、俺らの体感さもうちょっと新しいイメージある。まあ確かにね。でなんかちょっとこうサイトとかに載ったりとか、なんか作品になったりっていうのが新しく、まあ一人かくらいお疲れ様です。はい。いやよくやり遂げました。ラストもうねサイコロ振らないでいいんで、そうだね。6の目だけ魔の13階段が残ってるので、こちらを坂尾くんにやっていただいて、サイコロリスト昼夜すべてクリア。よし。あとは俺らはもう寝るだけです。ただこの学校で寝るんで。やめて。普通に起きてよから。帰れないんで今日はまだ24時間経ってないから。何か起きんじゃないかな。じゃあその前に最後蹴りつけてきてください。オッケー。サイコロリスト魔の13階段お願いします。了解した。頑張ってください。頑張れ。最後です。頑頑張りましょう。頑張れ。頑張りましょう。頑張れ。張ったのね。はい、最後、13階段だっけ。まあなんか学校の階段は12段らしく、でも深夜に、まあ、数えながら登ると12段じゃなくなる、まあ、階段だよね。もうさっきからずっともうやばいって言われてる新校舎でこれをやらなきゃいけないということがもう本当に嫌だ。階段なんだけど、まあ、新校舎の2階にね行く階段でございます。守りと塩持ってるんでちょっと行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、そういうことね。1回が12ってことか。まあとりあえず大丈夫。1、2、3、4、5、6、もうやばい、もう寒気してきた、普通に。とりあえず大丈夫だわ。じゃあこのまままっすぐ行って新校舎の奥の方に行って、まあ、そこから問題の理科室の近くの階段を行って、そこから U ターンしてこの階段に戻ってくるというルートにします。いやー普段な来てるんだけどな、こんな怖いかね。問題のね理科室に通じる階段を降りていきます。この下が理科室なんよ。1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12。大丈夫です。13段にはなんないね。で今ねカメラマンの後ろに理科室があるんだけど、でここから U ターンしてもう一回ちゃんと数えながらいきます。怖っ。1、ちゃんとね、12ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12段だ。こんなゆっくりさ、数えてんだから、まあ、数え間違いなんてまずないわけで、これで13とかで言ったらマジで嫌だもんな。もうあと階段を降りて、まあなかったですっていう感じで帰るだけなんで、頼むから何も起きないでくれ。置いていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。です。はい、パチとかもとやめてほしいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12です。無事ね、行って帰ってきて2回ずつ数えましたけど、どうやら階段の方はとりあえずは大丈夫だったのかな。だから体力もね、朝からずっと動いてるんで、もう眠気とかもめっちゃあるし、勉強の時の授業でも
聞いたけど、やっぱ気の持ちようってめっちゃ大事って言ってたんで、もうちょっと体力も限界になってきたということで、気持ちもだいぶ怖いんで、検証はねちゃんとできたんで、戻りましょう。よし、頑張った、戻ろう。お疲れ様です。お疲れ様です。まの13階段検証どうでしたか？検証結果から言うと特に問題はなかっ登ってる最中に13階段になるとかない？た。なかった。全部大体12段。全部12そうなんだね。死刑台に登る時の階段の段数、あ、そういう意味があった。そうだから、12で大体設定されるんだけど、まれに13段があると、縁起が良くないとか、そこの、13階段登ったそこのすぐの部屋とかすぐの場所っていうのはちょっと霊が溜まりやすいっていうのが噂で言われてます。やっぱりね、理科室の方の空気重たすぎて、もうちょっとその時やってきたくないね。やっぱ進行者がちょっと怖かったし、やばい、あそこは異常っすね。理科室の方はちょっと怖かった。なんかこう孤立感じゃないけど、なんか取り残されてるみたいな感覚に陥るね。渦の中に一人だけ飲まれちゃったみたいな、そうなんです。そういう感覚に陥るのがあっちの進行者でしたね。マジか、たまたまめちゃくちゃ使ってるんだけど、次撮影で行く時ちょっと直っててほしいな。この動く人体模型がそっからちょっとおかしくなった。いや本当にそうね。これでサイコロリストの夜すべてクリアです。いや本当にもう時刻はもう4時ぐらいですよ。もう遅いですよ。いや、昼からこの夜までよく頑張りましたね。はい、かなり大変な撮影だったと思いますけど、みんな頑張りました。はい、でもこれまだ帰れないっていう、明日のね朝までここに泊まらないといけない24企画なんで、はい、なのでここからはもう休みましょう。全クリでございます。おめでとうございます。お疲れ。ありがとう。はい、全部、もう終わったんで寝ましょう。眠いね。さすがにね、おお、やばいよ、もう時間やばいよ。明日も結構長い撮影。そうなんだよな。ね、もう寝ましょう。はじゃんけんで電気です。い。じゃんけんか。いい人って思われたいから電気です。じゃあ俺が電気ですわ。ありがとうみんな。お前ついてきただけじゃん。おやすみなさい。ごめんなさい。おはようございます。おはようございます。24時間が経とうとしているという、ちょうどそのぐらいの時間です。そうだね。はい、あの後思うがままに寝れそうな場所を探して寝ました。昨日どこで寝ました？校長室だね。校長室。僕はあと保健室に行って保健室で寝ましたね。朝起きて、で今帰りの支度とかを全部して、時刻はだいたい9時半ぐらい。はい、昨日だいたいそのぐらいにここに来たんで。そうだね。なのでこの後は帰るのみになりますけど、よし、学校24時間生活が終了でございます。長かったね。頑張った。結構あれじゃない？撮影の中でもハードだった方なんじゃないかな。かなりだよね。だって見事に疲れてるもんね。見事にあんま疲れてる時に見事って使うのかんないけど、確かに見事に疲れてるもん。やっぱ昼の部で体力を使って、で夜の部で精神削られて、いろんな疲れが一気にきてる。ドッとくるよね。ドッときたね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。車に乗って帰りましょう。よし、おお疲れ様でした。お疲れ様です。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム、他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーの。